そのしょぼくれたおつらをおかしなさいな。まあ驚き桃の木を山椒の木ですわ。あたくし様が馬ボーンを頼みにするとでも思って？これは頼み事ではなく命令ですわ。おめいれい。あたくしとある遺跡に用事がありますの。どうせお暇しているのでしょう。馬ボーンもついてらっしゃいな。騎士殿さ、いきなりすみません。ちなみにカノンさんはこう言ってますけど、ネフィーネラ様からのまっとうなご依頼なのでご安心を。簡単に言えばパトロールのお仕事をするカノンさんの監視です。危険な場所ではないんですが、さすがにカノンさんを一人にはできませんからね。何するかわからないですし。ちょっと聞こえが悪いこと言うんじゃねえですわ。湧き水みてえに澄み切ったあたくしのお目目をご覧なさいな。まさに清廉お潔白ではありませんこと。そのお返事ですとまるであたくしをまるっきり信用してないみたいですけれど、まあよろしいでしょう。早速お出発いたしましてよ。騎士殿さん、ちょっと待ってください。これ持ってってもらえますか？今回のお仕事に必要なものなので。馬ボーン、何をこそこそなさってますの？パパッと言ってサクッと終わらせますわよ。お早くなさいな。ジオゲヘナにはそれはもうたくさんの遺跡がありますの。あまりにも多すぎて全ての管理などしきれるものではございませんわ。遺跡には起動方法もわからない魔法の仕掛けがあることも多々。住み着いた魔物がろくでもねえ仕掛けを起動したら一大事ですから、集落付近の遺跡を見回り魔物を追い払う必要があるのですわ。その通りですわ。集落を守るためにせっせと働くあたくし様はなんてお美しいのでしょう。まさにおビューティフル。つい先日のアースハイドラの件で皆様方に大変ご迷惑をかけてしまいましたし、せめてもの罪滅ぼし的なみたいなものですわ。あの件大した被害も出ていないというのに、ネフィのアンチクショー、他にもこってり絞ってくださいましたし、これ以上滅ぼすべき罪なんてオンナッシングですわ。私が遺跡に向かう理由はただ一つ。そこに強力なおまけが隠されているという噂をこの美しきおイヤーに入れたからですわ。馬ボーンなどにお監視役を任せたのが間違いでしたわね。節穴お目目を出し抜いておまけを頂戴して差し上げますわよ。コロシアム支給の生倉刀とはおさらばして、私にふさわしいおパワフルな武器を取り戻すといたしますわ。お覚悟なさいネフィ。下克上の日はもはや目の前ですわ。まったく危ないとおっしゃるから何かと思えばちっこい雑魚魔物じゃありませんの。私の敵ではありませんわ。馬ボーンもいちいち騒ぎ立てるのはみっともねえですわよ。ま、弱っちいあなたにとっては死活問題なんでしょうけど、やはりこの方底なしのアマちゃんですわね。当然ながら
私の目的にはみじんも気づいていない様子ですし。とはいえどういうわけかネフィのお気になようですし、ここで馬ボーンを懐柔しておけばネフィにとっても痛手になるかもしれませんわ。そうですわね。私も油断が過ぎればこのプルツや帯肌にかすり傷くらいはつくかもしれませんし、馬ボーンも意外と役に立ちますわね。肉壁ではなくて護衛役になってもらって正解でしたわ。馬ボーンを褒めるなんてお口がかゆくて仕方ねえですわ。ですがこの苦行を数度続ければ馬ボーンなどコロリと落ちるでしょう。だってこの私が褒めて差し上げているんですもの。まあその前にお口がかゆすぎて倒れてしまうかもですけれど、他に何か褒められるようなところは、この私の目をもってしても見当たりませんわね。あら、ところであなた、その脱線奇抜な見た目のブローチは何ですの？前からつけていたかしら。馬ボーンのみならずラミアのセンスも終わってらっしゃいますのね。それよりお目当ての遺跡はもうすぐですわよ。特に異常なし。魔物の気配もありませんし、しばらくは問題なさそうですわね。さて、長居する必要もありませんけど、どうせですしお休憩でもしていきましょうか。ほら、馬ボーンもお座りなさいな。まったく肩透かしもいいところですわね。私たちが出張るまでもありゃしませんでしたわ。ところで馬ボーン、こうして2人で過ごす機会も少ないですし、たまにはゆっくりお話でもしませんこと。例えば私様のこと、ネフィーネラとの間にどんな因縁があるかとか。せっかくですし教えて差し上げなくてもありませんでしてよ。よし、食いついた。でなくってそうですわね。そこまで言うなら聞かせて差し上げますわ。私の生まれはこの世界でも有数の力を持つ貴族でしたわ。類まれなる美貌と並ぶもののない強さで多くの下々を従えていましたの。かつて私は私に当然あるべき地位を求めてプリンセスであるネフィーネラにお決闘を挑んだのです。正々堂々と大正面から真っ向勝負ですわ。我が家に伝わる超スーパーおまけんにマジックアイテムの数々。ただでさえ最強な私様がそんなゴージャスな装備をイクイップした以上、勝利は絶対確約お必然でしたわ。話をすっ飛ばしてはなりませんわよ、馬ボーン。確かにほんのわずかなさ、薄い紙一重でネフィーに敗れてしまった気がしないでもありませんけれども、あの時ネフィは私を見下し言いましたわ。服従を誓い配下になれと。ですが私は気高い心でそれを跳ねのけましたの。するとネフィは異種返しするかのように私の地位やお財産を根こそぎ奪い、剣闘士の身分に落としやがったのです。もちろんジオゲヘナは強い者が全てを手に入れる弱肉強食の世界。今からでもネフィを倒せばその瞬間に私たちの立場は入れ替わることでしょう。ですけれども
私が戦いを挑もうにもネフィや取り巻きどもが執拗に妨害を仕掛けてきやがるのですわ。再び決闘すれば今度こそ危ういと分かっていらっしゃるから、私がまともに戦えないようあの手この手でネチネチと嫌がらせを。さすが毒され畜生スライム、おつむの隅までおでが詰まっていますわよ。それはそう、陰湿なお工作で私の弱点を責め立ててくるのですわ。例えば食事に激辛おスパイスをぶち込んだり、寝床の近くにお火薬を仕掛けて安眠妨害してきたり、荷物の中にでっけえカエルを仕込んできたり、ほんと腹立ちますわ。こんなあれやこれやさえなければとっくにネフィをボコボコにして私はこの世界のトップに返り咲いているはずでしたのよ。本当は全部私がネフィに仕掛けたことですし、どれも聞いた試しすらありませんけれど、ウマボーンでしたらまるっきり信じ込むに違いないですわ。ウマボーンの脳内で私はネフィに陥れられた被害者。もう私のために働かずにはいられない。我ながら天才的な演技力、恐ろしくなっちまいますわ。少々語りすぎましたわね。このお話は他言無用ですわよ。さてさて、それではお目当てのものを。なんだお前ら、見慣れねえ面だが。はあ？そちらこそどなたですの？集落の下々の方ではないようですけど、流れのモンストロンですかしら？雑魚に名乗る名なんかねえよ。とっととうせな。俺の目当てはこの遺跡に隠されたお宝だからよ。それは。おっと、お宝のことを知ってるのか？競争相手なら見逃すわけにはいかねえな。この遺跡に封印されている強力な魔剣、そいつを手に入れて俺はこの世界の頂点に立つんだ。邪魔はさせねえぞ。それはこちらのおセリフですわ。私の獲物じゃなくて大事なお宝に手を出すつもりならこちらも見逃すつもりは。はあ、ちょっとウマボーン、お邪魔。弱っちいくせにしゃしゃり出てくるんじゃねえですわよ。は？私がカエルを？どこからそんな。荷物の中にでっけえカエルを仕込んできたり、ほんと腹立ちますわ。もしやウマボーン、先ほどの虚言を信じて？家元よりそのつもりだったのですけれど、バカ正直すぎて騙したこちらが心配になっちまいますわ。この男、どこまでお人よしですのよ。こんな調子で世間の荒波に揉まれていたらお玉がいくつあっても足りないんじゃありませんの。なかなかやるじゃねえか。だが魔剣は渡さねえぜ。もうちょこまかとお邪魔ですことよ。マンティコア流、まとめておしっぽスイングですわ。一見オラプチャクですわね。仕方ないでしょう。お邪魔なものはお邪魔ですわ。死なねえ程度に加減はいたしましたし、それより大事なお役目を果たさなければなりませんわね。
ゆえあってあなたにも伏せていましたが、実は私この遺跡にあるおまけんを回収するという極秘任務を与えられていましたの。もちろん極秘ですから他言ご無用ですわ。おまけんは私が責任を持って管理いたしますので、くれぐれも猫ババしたとか誤解すんじゃねえですわよ。これがおまけん、予想以上の力を感じますわ。ビンビンですわ。これで憎きネフィを一刀両断して。あ、おかえりなさい。二人ともお疲れ様でした。ただいま戻りましたわ。異常はありませんでしたわ。お役目も果たしたので、それでは私おいとましますわ。ありがとうございます。騎士殿さんにお任せしてよかったですね。そのダッセイブローチ、もらい物じゃありませんでしたの？カノンさんには内緒でしたけど、これはちょっとした魔道具なんです。ここをこうすると。さすが毒され畜生スライム、おつむの隅まで腕が詰まっていますわよ。今の麗しいお声は？パトロール中のお二人の会話、しっかり録音されてますね。それじゃあネフィーネラ様に報告してきます。ちょっとお待ちなさいな。これには深いわけが、やむにやまれぬ事情が。先にお荷物だけ置いてきても、この待ってっつってんですわ、腰巾着をすべく。ひでえですわよ、馬ボン。あたくし様をはめやがりましたわね。馬ボーンってば、何をボケーっとしておりますの？今くらいはビシッとシャキッとなさいませ。このお麗しいあたくし様が目の前にいるんですもの。馬ボーンのご機嫌取りなんて不服ですけど、力を得るためなら何だってやってやりますわよ。ああ、いえ、独り言ですわ。お気になさらず。いつもヘラヘラしてどなたにも良いお顔をして、実際自分より誰かのために苦労を背負い込んで、あなたの振る舞い、私には理解を不能ですわ。もっと自分の力を正しく役立てようとは思いませんの？例えばほら、あなたのお価値を真に認めているとてもお美しい誰かさんのためだけに使うとか。いえ、別に私はあなたの力に頼るつもりなんざおけけほどもありませんけれど、だからその、お勘違いなさらないでくださいまし。
そのしみったれたお面をおかしなさいな。この間おジャングルでおいしい果物の木を見つけましたの。あたくしたちで取りに行きますわよ。いいえ、違いましてよ。単にあたくしがあなたとお出かけしたいだけのことです。なんで私がこんなお誘いを。いいえ、なんでもありませんわ。細かいことはお気になさらず、それよりうまいフルーツ召し上がりてえですわ。ふう、こっちの目的はバレていませんわよね。まるで馬ボーンに媚びへつらうみたいで不本意ですけれど、今はご機嫌を損ねるわけにはいきませんものね。さあさあ、善はお急ぎってやつですわ。早速お出かけしますわよ。さて、二人きりになれましたわね。断られたら積んでましたけど、馬ボーンがいつも通りおあまちゃんで助かりましたわ。ですがここからはいつも通りとはいきませんわよ。ズバリ馬ボーンを怪獣してあたくしのものにする作戦。何せ馬ボーンの強化能力は役に立つなんてレベルじゃねえですし、憎きネフィを倒すお切り札になること間違いなしですわ。そして肝心の怪獣方法ですけれど、馬ボーンも所詮は男となれば、あたくし様のおビューティーっぷりを理解させればイチコロ間違いなしですわ。ではでは、お回収作戦華麗におスタートですわよ。あいた、あたくしのおみ足に痛ましいすり傷がついてしまいましたわ。もしかして血が出てまして。ねえ馬ボーン、ちょっと見てくださる？さあご覧なさいな、しなやかなお客千里、玉のようなお肌を。僕年人の馬ボーンでもたちまち虜になるでしょう。本当にそんなお淡白な反応で済ませていいんですの？ほら、もっとじっくりご覧になって、もう少し近くでもいいですから。冷静に考えるとこれかなりきっついですわね。なんで私がこんなハレンチな真似を。というか、なぜかしらお顔が熱くなってきましたわよ。こうも暑いと喉が渇きませんこと。ちょうど私水筒を持ってきていますし、あなたもいかが？どうぞどうぞ、遠慮せずにぐいっといっちまいませ。考えてみたら、その水筒私がさっき口をつけてましたわ。これっていわゆるあれですわね。お関節キッス。まあ、馬ボーンときたらおデリカシーが足りませんわ。高貴なるあたくし様がお手本をお見せしないと。ちょっとそんなマジな雰囲気で謝るんですの？さすがに申し訳なくなりますわよ。おやめなさい。おみ足がもつれて転んでしまいましたわ。おまけにお足首をくじいてしまいましたわ。お目当ての木はもうすぐですが、一人では歩けそうにないですわ。今すぐ誰かに支えてもらわない
ごめんあそばせ。文字通り密着してしまう形になりますけれど、仕方ないですわよね。ふふふ、まんまと引っかかりましたわね。これだけ密着すれば嫌でも私の魅力に気づくはず。ちょっとだけお恥ずかしいですけれど。なんだか今いきなり腰のあたりがゾクゾクと。馬ボン、私に何をしやがりまして。尻尾？嘘、それだけで？不意打ちで尻尾のお付け根を触られるのってこんなにゾワッとしやがりますの？そういえば私、誰かに尻尾の付け根を触られることなんてありませんでしたわね。戦いで使うのは先っちょの方だけですし、私のパーフェクトなおボディにこんな弱点があったなんて。こんなの何度もやられたら私の精神が持ちませんわよ。いえ、それよりも馬ボーンに知られてしまったらやべえですわ。私が懐柔するどころか文字通り弱みを握られて。何自然な流れで触ろうとしてますの？尻尾は大丈夫、なんともありませんわよ。ああ、突然痛みが吹っ飛びましたわ。全開ですわ。だからとっとと離れてくださいな。お願いですから。馬ボーンお怪獣作戦、なかなかうまくいきませんわね。バカ正直で平和ボケで底抜けのお人よしで甘ちゃんで、お手玉に取るのなど朝ごはん前だと思ってましたのに、こんなに苦戦するものですの？微妙に響かないというか、むしろ反撃してくるというか。向こうにその気はないのかもしれませんけど、うかつな真似は命取りですわよ。私の美貌が通じないはずはありませんけど、これは本腰を入れる必要がありますわ。馬ボーンの好みをしっかり把握してぶっ刺さるアプローチを。ってこれじゃまるで私が本気で馬ボーンの気を引こうとしてるみたいじゃありませんの。そんなのありえませんわよ、もう。ああ、そうですわね。ほら、あそこの木に実がなっていますでしょ。よいしょ。これで目的達成ですわね。それじゃあ戻りましょうか。もうマジでフルーツを取って帰ってきただけですわ。二人っきりのドキドキおタイムが無事に終わってしまいましたわ。私様の魅力ならこいつをたらし込むことなどお楽勝なはずですのに、なんでこうもうまくいきませんの。アピールが空振りして馬ボーンに振り回されて、傍から見たら私の方がお一人様相撲のおバカさんだったんじゃありませんこと。バカバカしくなってきましたわ。このような周知に耐えてまで馬ボーンの力にこだわるべきですの？やはり私は実力でネフィを倒すべきではなくて。そうですわ。馬ボーンに頼ろうという発想自体が大間違いだったんですのよ。もう用事は済みましたわ。今日みたいなのはこれっきりです。それに私の尻尾のことは絶対に忘れるんですのよ。あら、何やらあちらが騒がしいですわね。大変だ。
コロシアムで魔物が逃げ出して暴れてるぞ。はや、私の誘いとまるで食いつきが違いますわね、馬ボン。随分と好き勝手お暴れくださって、さっきまでのうっぷんばらしにお成敗してやりますわ。ですがこいつらコロシアムでも最高位の魔物じゃありませんの。それが3体も。でも私様が尻尾巻いて逃げるわけには。馬棒。この感覚はあの時の。体がムズムズして、でもそれが不思議とお嫌じゃなくって、そして手足の隅々までみなぎるようなこの圧倒的おパワー。体を動かさずにはいられませんわ。お黙り遊ばせ、雑魚魔物ども。バンティコア流毒殺剣術お乱れ串刺しですわ。当然ですわ。この通り楽勝でしたもの。そう、触れることすら許さない瞬殺。ふふふふふ。この程度の雑魚魔物、私様にかかればこの通りイチコロですわ。おパワーもおスピードもまるで別次元。今の私様は世界最強。誰が来ようとお相手になりませんわ。そうですわ。これが馬ボーンの強化の力。こいつを諦めるなんてやっぱりありえねえでしてよ。馬ボーンの鈍感さに振り回されるなんて屈辱の極み。でもいつまでもネフィのおもちゃでいる方がよっぽど屈辱でしてよ。どれだけ媚びを売り払おうが、苦汁をダース単位で飲まされようが、私は必ず馬ボーンを手に入れてみせますわ。カノンさんが騎士殿さんの力を借りて魔物をやっつけたみたいですね。すみませんね、フィーネラ様。わざわざ来ていただいたのに。こともなし。民草に害なき結びこそ最上なれば。でもカノンさん、ずいぶん調子に乗っちゃってますね。いつものことかもしれませんけど、また釘を刺しておいた方がいいんじゃ。ふむ、あやつのはすっぱぶりはいわば三つ子の魂なれば。適材適所、良妻六葉を心がければ御するも叶うやもしれぬ。今日もいいお散歩日和ですわね。それじゃあ馬ボン、私をお強化してくださる？いや、さすがに不自然ですわね。今のはなしで。
私様が再びこのような違法の地に、絶対ろくな目に遭いませんわよ。あの畜生スライム、今度は何を企んでいますの？私への陰湿な嫌がらせにだけは無駄なお知恵がフル回転ですものね。ウマボン、まさかまたあのブローチで告げ口を。何でもありませんわ、麗しのネフィーネラ様。要するにヘビ祭りの時のメドゥーサさんとの争いで迷惑をかけたお詫びをちゃんとしろと、そのためにはるばるここまで来させられたんですわよね。私はネフィからランドソル王宮への信書、どのように書かれてますの？もしや私が全部悪いので、煮るなり焼くなり茹でるなり炒めるなり好きになさってとか書かれているのでは？あの性悪ネフィならマジで書きかねませんわ。これは覚悟が必要ですわね。第一、私だってガチで国を乗っ取るつもりでしたし、もし私が被害者だったら100日連続全身くすぐり攻めでも許しませんわよ。いいえ、100日くすぐりでもおぬるいかもしれませんわ。これがランドソルの流儀だぜなどおっしゃられて、私が想像もつかないほど大残虐な目に遭わされたりしたら、おポンポンが一定ですわ。私の華麗なる逆転オライフ、こんなところで終わっちまうんですの？今日も今日とてお人よしですわね、ウマボン。私をかばったところであなたには一文にもならないでしょうに。もういいですわ。腹をくくって差し上げましてよ。とりあえずウマボーンが前で私様が後ろ、この陣形で行きますわよ。二人ともお疲れ様です。こちらがネフィーネラさんからのお手紙ですね。確認させてもらいます。そういえばあなたマジでこの世界のプリンセスでしたのね。それでお手紙には何て書いてありますの？そうですね、ヘビ騒動の首謀者についてランドソルへの引き渡し要求があれば承諾すると。私たちの方で処罰を加えても構わないそうです。思った通りでしたわよ。やっぱり私助かりませんの？この世で最もおゴージャスな標本とかにされちまうんですわ。ああ、そんなに怖がらないでください。確かに大騒ぎにはなりましたし、怪我した人も少しはいますけど、でも普段の騒動に比べれば大したことはありませんでしたから。町の復興費用もちゃんと保証してもらえてますし、カノンちゃんが反省してるならそれ以上は必要ありませんよ。あなたが見張ってくれるならもう悪いことはできないでしょうし、だから安心してお任せしますね。安心してお任せ？何なんですの？あなた方がウマボーンに寄せるその信頼は。この旅は誠に申し訳ありませんでしたわ。堅苦しいったらありゃしねえでしたわ。あの脳天お天気プリンセス、よくあんな場所で働けますわね。とにかくこれでお役目は済みましたわね。でしたらさっさと帰りますわよ。
なんでちょっとどこへ行きますの？私を置いていくんじゃねえですわ。ランドソルの町、直接見るのはヘビ祭り以来ですけれど、やはり魔物だらけのジオゲヘナとは大違いですわね。呆れるほど平和というかなんというか、彼らが向こうに行ったら即日食い物にされておディナーのテーブルに並んでもおかしくないですわ。もちろんプリンセス筆頭にみんなが平和ボケしているおかげで、お国のっとり未遂犯もこうして自由を許されてるんでしょうけど、緊張の糸が切れたら小腹が空いてきましたわね。こちらの通貨は持ち合わせておりませんけれど、でも馬ボーンにたかるなんてはしたないですし。あら、そこのお嬢さん、ちょっと小腹が空いてきたって顔してるね。うちのフルーツはおやつにもぴったりだよ。私の心を読んだ？何も考えてなさそうな面のくせに、こいつは何者ですの？ちょっと、私そんな物欲しげなお顔してまして？まあ、馬ボーンがお食べになりたいなら少し付き合って差し上げなくもありませんけれど。どうもお調子が狂いますわね。こちらの世界に連れてこられてから、いえ、もっと前から。結構美味しい。いえ、合わなくて当然ですわ。私様を満足させるなら最高級品が大前提でしてよ。このような町の片隅で買えるようなお果実ではとても馬ボーンにはお似合いの町でしょうし、乗っ取りが失敗してむしろ良かったのかもしれませんわね。こんなお天気な町にいたら私までお天気なお頭になってしまいそうですもの。馬ボーンみたいに。お姉さん、こんにちは。旅人さん、そんなお洋服で寒くないの？はい？お子様？いきなり慣れ慣れしいですわね。なんですの？この羽って本物？飾りじゃなくて動いてるよ。もしかしてヴァンパイアっていう人かな？僕、本で読んだことある。私いつの間にか囲まれてますわ。ちょっとどちら様？馬ボーンのお知り合いでして？初対面でいきなりこんなグイグイ来ますの？平和ボケの極みじゃありませんこと？ヴァンパイアはね、コウモリに変身して飛んだりできるんだって。すごいよね。わあ、かっこいい。お姉さんみたいな綺麗な羽、私も欲しいな。綺麗？あらそう。こんな世界のお子様たちにもおしん美顔は備わってますのね。あれ？でもこっちの尻尾は？コウモリっぽくないけど、これも本物？危な！ちょっとあなたたち、私様を褒めたたえるのは結構ですけど、おしっぽはノータッチ、お触り厳禁ですわ。ちなみにヴァンパイアではなく高貴なマンティコはジオゲヘナの頂点たる最強の美闘士カノン様とはアタケ様のことで。みんな、そいつから離れて。何ですのあなた？気をつけて。そいつすごい悪い人だよ。この前のお正月に街で蛇の魔物が暴れたでしょ。あれはそいつの仕業なんだよ。それは。私
私のお父さんも蛇と戦って怪我しちゃったんだ。事件のことお父さんに聞いたもん。間違いないよ。え？お姉さん、本当？悪い人なの？ちょっと私、なんで黙り込んでますの？その通りなんですから、堂々としてればよろしいのではなくて？この町で大暴れしたことも、大勢の人を傷つけたことも、本気で国を乗っ取ろうとしていたことも、事実なのですから。これはまさかスレート？私また閉じ込められて？いえ、でも何かあの時の岩の中に閉じ込められたような感覚とは違う。そうじゃなくて体を直接縛り付けられているような。何これ！お姉さんがカードの中に吸い込まれちゃった。すごい。お兄さんがやったの？触ってもいい？わあ、お姉さんがペラペラだ。なんですの今の感触は。お子様たち、私のお体に何してやがりますの？私にも見せて。ほんとだ。なんかカードの中でクネクネしてる。お兄さんたちがこの人懲らしめてくれたの？ちゃんとお仕置きした？それならいいけど、これからもちゃんと見張っててね。お願いだよ。何の話ですの？ちょっとこの曲げたり伸ばしたりはおやめなさい。私を話しやがれですわ。やっと出られましたの？体の力が抜けて立てませんわ。いまいましいスレートなら私が破壊したはず。どうしてまた私が閉じ込められて？いえ、閉じ込められただけじゃありませんわ。おボディをもみくちゃにされる感覚が全身くまなくダイレクトに伝わってきて、いぞわぞわですわ。この馬ボンってば、どんな節穴お目目なら大丈夫に見えますの？私の自由を奪ってこんな攻めっくを。だいたいぶち折って遊ばせたはずのスレートがどうしてまた出てきますの？持ってきてる素振りもありませんでしたわよね。どうぞ騎士殿さん、持って行ってください。ネフィーネラ様の命令で職人さんたちが頑張ってくれたんですよ。その成果がこちら。紙のように薄くて軽い新型のスレートです。前の石板タイプと比べて持ち運びにも便利ですよね。まだ実験は済んでないんで予想外のことが起こるかもですけど、カノンさんならきっと大丈夫だと思います。あのヘビ&スライムの陰険コンビがどこまで私に嫌がらせすれば気が済みますのよ。そういうわけではありませんけど、きつかったけど
弱みを見せるわけにはいきませんわ。あのスレートをおスナック感覚でお仕置きに使われたら、私の心も尊厳もおしまいでしてよ。何より雑に扱われて持ち運びされる屈辱。私激おこですわよ。おかげで体が熱くて仕方ねえですわ。馬ボーンの懐に突っ込まれて、全身馬ボーンの感触に包まれて、馬ボーンの匂いやらぬくもりやらがまだお体中に染みついている気がしますし、運ばれているうちに体が熱くなってきたのもそのせいですわ。さっきからドキドキが止まらないのも、体がふわふわしてうまく立てないのも、全部そうですわよね。このドキドキはこの前馬ボーンお怪獣作戦でも感じましたけど、怒りが収まらないとかそういうことですわよね。ええ、もう1秒たりともこんな世界にいたくないですわ。よっこいせっと。でもゲートまでまだ歩きますわよね。正直どっと疲れ果てましたわ。ちょっと待って、言ったそばからそれはさすがに。何しやがりますの、馬ボーン。おナチュラルにどっちくしょうですの。いい加減になさい。ほんと無理だからお願いです。なしで。こうして街を見下ろすのは悪くありませんわね。本当ならこの国も私のものになったはずで。いえ、何も言ってませんわ。反省してますわ。私ちょっとやそっとじゃへこたれませんの。一度手にすると決めたものは必ず手にしますので、馬ボーンもお覚悟遊ばせですわ。思えばあなたと出会ってからいろいろなことがありましたわね。苦汁をごくごく飲まされたことも、お玉を奪い合ったことも、助けていただいたことも、改めて私お理解いたしましてよ。馬ボーンは私の将来に必要不可欠。お強化のみならず全てを手にして差し上げますわ。なんですの、馬ボーン。早速私様にひざまずきたいとおっしゃいます。うわよほおしっぽの付け根を手にしてはダメですわ。マンティコア流毒殺剣術、払いせオスラッシュ。
く、どうして私様がこんなおハイキングしなきゃなんねんですの？しかも馬ボーンと二人っきりで。いえ、それはまあいいのですけど。騎士殿や、ジオゲヘナは果汁山に城示す大精霊クズ流権現をご記憶かえ。かつてカノンのうつけめが反乱を企てた折、風を解きし荒みたはなり、当座はわっちが重複すれども、先日山麓の民草よりかのクズ流最短の印ありとの知らせが届いて候。またぞろ圧巻のしもべに落ちれば一大事。ここはなんぞ手を打たねばと思いはべり。覚えておりますわよ、それくらい。私が封印を解いたのですから、私が責任を取れなどと散々罰を与えてお腐りながらネフィーときたらまったく。なんて馬ボーンをお怪獣した上にアースハイドラまで取り戻せば、今度こそネフィーをおけちょんけちょんにしてあげますわ。けどなんだかお違和感がありますわね。いくら脳みそまでトロトロのネフィーだって、私様がアースハイドラを再び支配しようとすることくらい予想なさってるはずなのに、どうして。うっせえですわね。なんですの馬ボーン、私様の思考をお邪魔するだなんて。しみしみにしみったれたお待ちですこと。私様のおビューティーな鼻が曲がっちまうくらいくっせーですわ。おしもじもの暮らしぶりの視察なんて気乗りしませんわね。クロックさん、小腹が空いちまいましたわ。最高級のオアマレッティとおマカロンをお持ちなさいな。焼きたて以外許しませんわ。たくも歩いてたらお靴が汚れちまいましたわ。次の黒服さん、新しいお靴を買ってらっしゃいな。私にお似合いの最新最高オブランド以外履きませんでしてよ。もう嫌ですわ。こんなぬかるんだ道歩きたくねえですわ。黒服さんたち、私様の高貴なるおみ足が汚れちまう前にレッドカーペットをお敷きなさいな。ってあらあらあら、黒服さんたち、どうして誰もいらっしゃらねえんですの？まさか職務放棄ですかしら？体罰、お体罰ですわ。いきなり何なんですのあなた。もしやおナンパですの？このおビューティー極まる私様にワンチャンあると思ってお声がけしくさりましたのかしら？ちょっとお待ちなさいな。帰ろうとすんじゃねえですわよ。こっちを向きなさいあなた。なるほど。しもじもらしいお顔つきにお振る舞いですわね。ですけどあなた乗り心地が良さそうですわね。まるで馬のように。決めましたわ。あなた四つん這いになって私様の馬におなりなさいな。
時のお涙を流すとよくってよ。嫌ですじゃねえですわ。あたくし様のお軍罰にしておマーベラスなおみ足が汚れちまってもいいっておっしゃるんですの。どこぞの馬の骨ともしれねえご身分のくせに、あたくしをヌエノ宮家のご令嬢カノン様と知ってのお暴言でして。まったく無知な馬坊には呆れちまいますわね。我がヌエノ宮家は戦国より続く由緒ある名家であり、かつては軍需にてお権勢を誇った大財閥でしてよ。そして現代ではあなたもつけてるそのお耳、そのインフラや製造工場などに大きくお登記をしたことで、今や飛ぶ鳥落っことす勢いで成長しておりますの。レジェンド・オブ・アストルムのおブームに乗じ、このままさらにお登記とお利益を増やしまくり、いずれはあの東道家もおぎゃふんと言わせて差し上げますわ。とここまで聞けばもうお鈍い馬ボーンにも理解が及んだのではありませんかしら。このカノン様の馬になれるという人生最大の幸運が到来したことを。お待ちなさいっての馬ボーン。四つん這いになる代わりに物で対価をよこせとおっしゃるのかしら。そうですわね。あなたの生意気なお顔を札束でおびんたして差し上げてもよろしいですけれど、その代わりにおスーパーにアップグレードされたお耳はいかがかしら。そうですわ。我がヌエノ宮家では総力を挙げ、ウィズダム製のお耳をリバースエンジニアリングし性能向上する予定ですの。これは内緒でしたわね。他言ゴム用でしてよ。とにかくアップグレードが成功すれば、あなたのつけているようなおノーマルなお耳なんてすぐ廃れちまいますわよ。ならここはあたくし様に媚びを売るのが賢い生き方ってもんですわ。本気でおっしゃってますの？あたくし様からの賜り物よりも大事。面白い男ですわね。初めてですわ。ここまであたくし様をコケにしてくださった馬ボーンは決めましたわ。あなたはこのヌエノ宮カノンが一生涯馬として飼って差し上げます。お覚悟なさるとよろしくってよ。なんですの今さら。うやー、なーに仕上がりますの馬ボーン。これってお姫様抱っこってやつじゃありませんの？それはそうですけども、私は馬になれと命じていましてよ。こんな恋人みたいな真似しろなんておっしゃっておりませんわ。早くそうしなさいってダメですわ。今降ろされたらお靴もお洋服も泥まみれになってしまいますわよ。もしやそれを分かっていて無理やりお姫様抱っこを？計りましたわね馬ボーン。このあたくし様に向かっておだまりですって。こんな屈辱生まれて初めてですわ。覚えてらっしゃいダバボーン。ですけれど何かしらこのお気持ちは。
力強く抱きかかえられてお顔が近くにあって、いえ、ありえませんわ。あってはならねえですわ。こんな風に強引に扱われて心臓が早金を打つだなんてことは。アタクシ様の高貴なお体にきったねえ泥羽が、ちょっともう許しませんでしたよ、馬もん。はーい、お疲れ。いやー、うるさくてびっくりしたわ。あんたも大変ね。変なのに絡まれて。殺すぞ。そんでヌエノミヤカノンつったっけ。今回の夢ん中だと懲役食らう前、ネフィーネラにボコされる前ってこともあって、めちゃめちゃ調子乗っててうざかったわね。でもまあ調子乗るのもわかるってくらい授業がうまくいってたっぽいわ。もちろんレジェンド・オブ・アストルムの成功に乗っかってただけって見方もできるでしょうけど、調子乗りすぎて耳を改造とかシャレにならんことしてたし、著作権的なやつも問題だけど、ブラックボックス的なのに触っちゃってログイン先が魔物のテストサーバーになっちゃったっぽいわね。そういうこと。まあそこでネフィーネラにボコられて鼻っ柱を折られたのは彼女にとっていい薬になったかもね。あとついでにさっき言った通り、ヌエノミヤさんちがウハウハだったのは世界中で爆発的に流行した耳の製造関係に投棄しまくってたからなわけですが、ミネルヴァの懲役なんてのが起きちゃってレジェンド・オブ・アストルムが叩かれるようになってからはまあ暴落よね。暴落。落ちるナイフってやつよ。当然没落するわよね。有り金全部どころか借金までして突っ込んでた株とか債券とかまとめてゴミくず化しちゃったんだもん。でもまあ今は本人んなこと知らねえわけだし、認識の修正も悪いもんじゃないわよね。あ、そうそう、ああいううっさいタイプって押し倒されると黙るんだって。今度やってみたら？強めにね。こりゃ避けらんねえですわ。私の一生はここで終わり、ネフィへの復讐も果たせず馬ボーンとも。ってどうしてお走馬灯の時に馬ボーンのお顔が。助けてくださったのは感謝いたしますけど、でもお姫様抱っこなんてありがとうございますわ。私にお任せなさいな。蛇祭りで大蛇たちを操ったようにこいつも。大精霊というだけありますわね。クズ流権現アースハイドラ、
以前私があなたを操れたのは荒くねのおクソが汚ねえ糸を這わせてくださったためですわ。ですけど今は馬ボン、私様にお強化をくださいましな。アースハイドラ、私と馬ボーンの前におひれ伏しなさいな。どりゃふうむ、九頭竜権現とは荷重山の写しみ。コアを失えど時を置けば徐々によみがえるとはの。思考してカノンめが九段の大精霊を帰化に置くとは。さていかんとす。かつてのごとくわっちに反逆を試みるかえ、ヌエの娘よ。やめておきますわ。確かにアースハイドラはスレートに封じられましたけど、馬ボーン、この方からのお強化なくば従えることができませんもの。では失礼いたしますわ。何を言ってますの、馬ボーン。私ほど素直なものはジオゲヘナ中探したっていねえですわよ。この度の討伐、馬ボーンがいなければアースハイドラを封じるどころか生き延びることもきっとできませんでしたわ。だからこそネフィは私と馬ボーンの2人で行かせたのでしょうね。私の力不足を思い知らせるために。もちろんですわよ。ですが物事には順序というものがありますわ。今挑んでも万に一つ、紙切れよりも薄い万に一つでお返り討ちに遭う可能性がなくもねえですし、その確率を絶対のものにするためにアースハイドラの力を使いこなすのにも、私様のパワーアップにも必要なものがありましてよ。それは馬ボーンからのお強化となれば、今からおデートに参りますわよ、馬ボーン。お怪獣作戦の続きに決まってますわ。ちょっと恥ずかしい気がしないでもありませんけれど、馬ボーンのおどんたんぷりでは強めに言った方がよろしいみたいですし、それに絶対にあってはならねえことですけれど、私様がこの馬ボーンなどに心惹かれているなどという可能性が万に一つにもあるのなら、その万に一つを否定するためにもおデートですわ。何のつもりですの、馬ボーン。それはそうですけど、レディーの手にいきなり触れるだなんて。私の白魚のようなお手々に触れても平然として、もしやこいつとんでもなく女慣れしてるんじゃありませんこと。馬ボーンのくせに。確かにお仲間は女の子ばかりですけど、負けてらんねえですわ。私の輝かしい明日のため、